皆さんこんばんは。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットのお時間ですよ。私たちみさきとのぞみがお届けします。この番組は日本語や日本の文化についてゆるーっと話していくポッドキャストです。寝る前に布団の中で聞いてもらえたら嬉しいな。ねえみさき、こないださ、ふと気づいたことがあって。何？私ね、会社でこんにちはってほとんど言ってないなって。言われてみれば。朝はおはようございますでしょ。で、お昼に同僚に会ったら、お疲れ様ですだ。そう、こんにちはじゃないんだよね。なんでだろう。本当だ。考えたこともなかった。しかもさ、教科書では疲れたイコールタイヤードって習うじゃん。習うね。でも、お疲れ様でしたってあれタイヤードなのかな。確かに言われるとちょっと違う気もする。だよね。ちょっと考えてみよっか。じゃあさ、まずお疲れ様ってどんな時に言ってるか出してみない？いいね、やってみよまずさっき言ったお昼に同僚に会った時、挨拶代わりだね。あと仕事が終わって帰る時、帰る時ね。先に帰る人がお先に失礼しますって言って、残ってる人がお疲れ様ですって返す。そうそう、セットになってるよね。それから会議が終わった時、言う。はい、お疲れ様でしたって電話を切る時も言わない？言うね。では、お疲れ様ですって。廊下ですれ違った時もとりあえずお疲れ様です。ほんとだ。なんかめちゃくちゃいっぱい使ってる。でそう、会った時も別れる時も全部お疲れ様。万能だね。どこでも使える便利な言葉。なのに教科書だとタイヤドだけ。なんかギャップがすごい。確かに、これだけ挨拶で使ってるのにね。でね、さっきの疑問に戻るんだけど、なんで疲れたっていう言葉が挨拶になってるんだろう。それ私も気になってきた。だってさ、朝一で会った人にもお疲れ様ですっていう時あるじゃん。あるある。まだ仕事始まってないのにね。そう、全然疲れてない。なのにお疲れ様。変といえば変だよね。みさき、これなんでだと思う？でもね、実はこれ疲れてるでしょって言ってるわけじゃないのかも。どういうこと？ちょっとね、この言葉の元の気持ちを考えると分かってくる気がする。聞きたい。お疲れ様って多分相手をねぎらう言葉なんだよ。ねぎらう。ねぎらうっていうのは相手の頑張りを優しく認めること。よく頑張ってるねって気持ち。なるほど。だからお疲れ様はあなたお仕事で疲れるくらい頑張ってるよねっていう。あなたの頑張りちゃんと見てるよっていう感じ？そうそうそれ。タイヤードって言ってるんじゃなくて頑張りを認めてるんだ。そういうことか。疲れっていう言葉を使ってるけど本当の気持ちはねぎらい。じゃあ朝一のお疲れ様ですもん。今日も来てくれて頑張ってるねみたいな軽いねぎらい。だから疲れてなくても言えるんだ。そういうこと。だからタイヤードって訳すとちょっとずれちゃうんだよね。なんかいきなりあったかい言葉に聞こえてきた。でしょ？今日のPポイントこれだね。じゃあさ、ここでちょっと使い方を整理してみよう。皆さんのためにも。いいね、やろ？まず会った時、お昼でも廊下でもお疲れ様です。挨拶バージョンね。で、別れる時、帰る人がお先に失礼します。残る人がお疲れ様です。これ本当にセットで覚えると便利。あと丁寧に言う時はお疲れ様でした。過去の形ね。仕事や会議が終わった後によく言う。で、友達同士のカジュアルな時はお疲れ、お疲れ。それめっちゃ言う。私たちも仕事じゃなくても使うよね。使う。ライブが終わった後とか。ジムの後とかもね。お疲れって。なんか一緒に頑張ったねっていう時にポロッと出る。そうそう。だから仕事だけの言葉でもないんだよね。でさ、最初の疑問なんだけど。会社でこんにちは言わない問題ね。そう、なんでこんにちはじゃダメなんだろこれね、多分こんにちはってちょっと距離がある人に使う感じなんだよ。う。距離がある人。あんまり知らない人とか外の人とか、丁寧だけどちょっと他人行儀なの。じゃあ毎日一緒に働いてる同僚にこんにちはだと、ちょっとよそよそしいんだよね。あれ急にどうしたのみたいな。わかる。なんか寂しい感じ。でしょ？その点お疲れ様は一緒に頑張ってる仲間だよっていう合図なの。仲間の言葉なんだ。そう。だから同僚にはこんにちはよりお疲れ様がしっくりくる。なるほどね。ちゃんと理由があったんだ。でもさ、これ外国の人からしたら結構謎だよね。謎だと思う。なんで会うたびに疲れてるって言われるのって。私、そんなに疲れて見えるってなりそう。なる。あとさっきの朝一のお疲れ様です問題。まだ何もしてないのにね。それから気をつけたいのがご苦労様との違い。ご苦労様。似てるけどちょっと違うやつ。そう。
ご苦労様は目上の人には使わない方が無難なの。上司にご苦労様ですはちょっと失礼になっちゃうんだよね。そうなの。だから迷ったらお疲れ様ですの方が安全。なるほど。これは覚えておくと安心だね。いやー、今日ふと気づいただけだったけど、結構深かったね。ねえ、お疲れ様。ただの挨拶じゃなかった。タイヤードじゃなかったね。そう。あなたの頑張り、ちゃんと見てたよっていう挨拶。なんかいい言葉だなって思えてきた。毎日何回も言ってたけど、こういう気持ちが入ってたんだね。これからはちょっと心を込めていようかな。いいね。じゃあ早速、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。最後に聞いてみたいな。皆さんの国にもお疲れ様みたいな挨拶ってありますか？それから一番よく使う挨拶は何ですか？よかったらコメントで教えてくださいね。それじゃあ今夜もここまで。おやすみなさい。おやすみなさい。